今日の朝温泉いいね。最高。あれ、この始まり方前回もやらなかった？なんかメタモンたちいつも温泉にいるね。家を後回しにして変な建築を優先してるから、いつまで経っても家がないんだよね。今回も変な建築をします。やったーか？今回は何を建てるんですか？滝。なんて？滝。滝ってあの滝ですか？滝って建築できるもんなの？ポコアの世界なら普通にできるよ。ポコアの世界すげえ。どうせならでっかい滝作ろうよ。もちろん見て圧倒されるような特大スケールの滝にしようぜ。わあ楽しみ。なぜ滝なんですか？ルカリオとの合流方法が分かったんだ。ルカリオ。そっか、ルカリオの生息地が滝と関係あるんだね。ないよ。でもさ、ルカリオこの世界に来る前にいろんな修行がしたいって言ってたからさ、修行といえば滝だろ。だからでかい滝をプレゼントしようと思ってな。これはね、悪いことを企んでる時の顔だね。悪タイプになったブラッキーだ。もともと悪タイプですけどね。ルカリオ大丈夫かな？前回の動画で言ってた僕たちに致命的に足りてないものってまさか滝じゃないよね。もちろん滝じゃないが、ロマンを考えると無関係でもない。まあ今回はルカリオとの合流を優先しよう。ねえねえ、あ、チラチーノ、どうしたの？私も一緒に行っていい？私たちと？別にいいけど、なんで？頑張ってるみんなを応援したいなと思って。あと正直言うとね。はい。ルカリオを見てみたいなと思って。ルカリオ？まさか、ルカリオが好きなの？いやいや、そこまでのことじゃなくて、どんな感じなのかなってちょっと興味があるだけよ。言っとくけど、ルカリオにはもう彼女がいるからね。あれは彼女がいると言い切っていいのだろうか？あ、そうなのね。でも本当にそういう気はなくて、ちょっと見てみたいだけだから。じゃあチラチーノも一緒に滝を作りに行こう。行こう。ありがとう。まずは滝を作る場所を決めよう。少し高くなっていて、かつ広い場所がいいな。あれ、なんか線路があるわね。実は今回のとは別のプロジェクトがもう一つ進行中なんだよね。そっちもちょっと変わったもの作ってるので、完成したら動画になると思います。へえ、楽しみ。この辺がいいかな？そうだな。この辺の真ん中を少しへこませて滝に囲まれてる感じにしたいな。ルカリオが喜ぶように。ルカリオは一体何をされようとしているのか。よし、じゃあ整地から開始しよ整地をするときは上2マスから順番にやっていくことが重要だよね。今のところポコアの有力な整地方法がゴローンでゴロゴロだからな。間違えて下から整地しちゃうと面倒なことになる。う。何回かやらかしたよ。多分ポコアあるあるなんだろうね。誰もが一度は通る道ってありますよね。もう大雑把にガンガン削っちゃうからね。おう、どんどんいっちゃおう。よし、へこませたよ。隕石でも落ちた？地形が完全に変わっちゃった。あとは水を流せば完成ですか？いや、この高さじゃ巨大な滝としては物足りないな。ここにさらに山を作ろう。山まで作っちゃうのですか？それで山のてっぺんから水を流すんだね。そういうこと。よし、頑張って一山作るぞ。一山作るって言葉、生まれて初めて聞いたかも。これは大変そうな作業ね。私はチラチーの綺麗好きダンスで応援するわ。では私もウスチューおしとやかダンスで応援します。じゃあ僕もスーパーウルトラ EV アタックで応援だ。じゃあ僕はハイパーメガ巨峰ロマン砲発射。後半ダンスじゃなくなってる。みんな、ありがとう。こんな感じでどうかな？できた私建築してるとこ初めて見たけど、メタモンって本当にすごいのね。山を爆誕させてしまうとは、もはや神様に匹敵する力かもしれません。じゃああとは水を流してルカリオと合流する準備をしよう。オッケー。あれ？僕はどうなったんだ？なんかすごい音だな。かと冷たい水しぶきって、ここどこ？あ、ルカリオ来てる。ルカリオ！あ、皆さん助けてください。何者かによってこんな変なところに閉じ込められてしまいました。ああ、それは俺たちがやったんだ。なんでですか？当然の反応である。
ルカリオ、いろんな修行がしたいって言ってたろ。でっかい滝で修行できるようにしたら喜んでくれるかなと思って。いや、修行はありがたいですが、閉じ込めるのはおかしくないですか？それに滝修行するにも滝のあまり大きすぎると危険だと思うのですが。大丈夫だよ。滝修行の時お尻が痛くならないようにふかふかのクッション置いといたから。そういう問題じゃないです。あと疲れた時休憩できるようにふかふかのベッドも置いときました。いや、ベッドもクッションも滝に打たれてるじゃないですか。ふかふかっていうかくしょくしょですよ。今日のルカリオはツッコミにキレがある。皆さんがボケるからですよ。ルカリオ、無事でよかった。皆さんもご無事でよかったです。ちなみに岩山の周りはこうなってるよ。これ山ごと作ったんだよ。山ごと？変なもん作る情熱がすごい。えへん。でもなんでそんなすごいことができるんですか？メタモンの力だよ。はじめまして、ルカリオさん、ご無事で何よりでしたわ。ありがとうございます。こっちの世界で出会ったメタモン、ルスチュー、チラチーノです。よろしく、よろしくお願いします。ねえねえ、ルカリオかっこいいね。礼儀正しくて優しそうだし、素敵。ルカリオ、しっかりするんだぞ。なんですか？ついにブラッキー家みんな揃ったね。ここからますますみんなの街づくり頑張っていきたいに。ただ本当は一旦帰りたいっていうのもあるんだよね。家で留守番してる子たち寂しがってると思うから。そうだな。元の世界とポコアの世界行き来できたら便利なんだが。できますよ。神様では一度元の世界に帰りましょう。またそんな急に。ブラッキーさん、皆さん。ご心配なく、彼らは一時的に元の世界に戻っただけです。今後はこの世界と向こうの世界を行き来しながら街づくりの完成を目指していくことになるでしょう。彼らがこの世界に戻ってくるまでしばし待っていてください。わかった。消えちゃった。皆さん、大変そうですね。Q&A コーナーというわけで、せっかく戻ってこれたし、しばらくやってなかった Q&A コーナー行ってみよう。では最初の質問。最初にプレイしたポケモンゲームは何ですか？剣立てです。結構最近のやつじゃん。そうなんです。実は私、大人になってからポケモンにハマった口なんです。へえ、珍しいな。なんでポケモンにハマったの？きっかけは動物好きです。私は特に猫ちゃんワンちゃんが大好きなのですが、ある時ふと思ったんです。そういえばポケモンって可愛い猫とか犬っぽい動物いっぱい出てくるんじゃないかって。それで調べてみたらブイズがあまりにも可愛くて、まずはブイズ大好きになりポケモンにハマり始めました。ポケモンにハマった理由も独特だな。で、公式のアニポケを見てるうちにふと自分のやり方でポケモンの可愛さを表現したくなったんです。それで動画を作り始めました。最初は絵が全く描けない、動画編集ができない、そもそもガチのポケモン対戦もろくにやったことがないと何もない状態からのスタートでした。だから動画作りは地獄のように大変でしたね。なんで絵描けないくせに絵描くタイプの動画を始めちゃったんだよ。だってどうしても作りたかったから。そうですか。そんな無謀なチャレンジだったにもかかわらずここまでやってこれたのはいつも動画を見てくださったり温かいコメントをしてくださる皆さんのおかげです。皆さんいつも本当にありがとうございます。次の質問。みんなと出会う前の EV はどんなだったんですか？俺とエイフィーが2人で暮らしていて、そこに EV がやってきたんだよな。懐かしいな。うちに来る前は年配のニンフィアと一緒に暮らしていたらしいんだよね。ニンフィアおばあちゃんとっても優しかったって言ってた。 EV があんなに優しい子に育ったのもそのおばあさんのおかげっぽいよな。ニンフィアおばあさんありがとうございます。できればいつか EV やニャオハたちの過去編も動画にしたいと思っていますが、作れるにしてもだいぶ先になりそうです。当分はポコアとチャンピオンズの動画で忙しいでしょうから。まああまり期待せずにゆっくり待ってるよ。次の質問。このチャンネルのアスカという名前の由来は何ですか？チャンネルを始める時からできれば世界中の人に見てもらいたいという思いがありました。だってポケモンを愛している人は世界中にいるんですからね。そこで世界中の人が読みやすくて書きやすい名前にしようと思ったわけです。だったら英語のアルファベットがいいだろうと。で A から考え始めた時にパッと浮かんだのがアスカでした。そんだけ？そんだけ。エヴァンゲリオンとかは関係ないの？全くない。
世界中の人が読みやすい書きやすい、かつ日本人だということが分かりやすい、そう考えてアスカにしました。なるほどね。次の質問。チャンピオンズやるときに最初に出すポケモンは何ですか？はっきりしたことはやってみないとわからんが、メガマフォクシーが楽しそう。へえ、メガマフォクシー強いの？最初の環境にうよよいそうなメガメタグロス、メガゲンガー、メガバシャーモに強いんだよな。特性浮遊で地面技避けてからアンコールで縛って悪巧み積むとかも強そう。鬼火もあるし、なんかいろんな戦い方が模索できて面白そうなんだよな。ブラッキーが生き生きしてきました。またマフォクシーに来てもらわなきゃな。アスカ、もう勝手にプリン食うなよ。もう絶対食べないよ。というわけで、いよいよポケモンチャンピオンズが始まりますね。次回はチャンピオンズの動画になります。ひょっとしたらしばらくはチャンピオンズの動画が続くかもしれませんが、もちろんポコアの動画も続けていきます。まあポコアもチャンピオンズも焦らずゆっくりやっていこう。じっくり楽しんでいこうぜ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。